我が家にミクという女の子がいました。とっても体の小さな子。私だけでなく他の子たちのことを怖がり、いつも一人ぼっち。ミクの友達はペンギンさんだけでした。ペンギンさんを見つけると、寄り添って一緒に遊びました。そんなミクに他の子たちがそばに来て寄り添ってくれたのです。ミクが怖がらないようにちょうどいい距離感で。次第にミクは家族の輪の中に入ることができました。特に一緒に遊んでくれたのが博士おじいちゃん。博士おじいちゃんはいろんなことを教えてくれました。ミクが1歳になった時、彼氏ができました。ミクのことを大切にしてくれる優しい彼氏。ミクも自分のお家を作り、幸せな日々を送ると思われました。しかし、その日は突然来ました。ペンギンさんと一緒に寝ていると思っていました。優しい寝顔でした。私のことを怖がっていたミクが初めて指を噛んでくれた時の感触。今でも残っています。それから3年が経ち、私のことに興味を持って神に来る子がいました。まだ生後2ヶ月の体の小さな子。体の大きさから多分女の子かな。みんなが私と遊んでいたので、釣られてきてくれました。手を差し出すと、恐る恐る噛んでくれました。その時の感触で、ミクを思い出したのです。他の子たちを怖がらないし、気が強いし、ミクとは全然性格は違うけど、体の大きさや瞳や雰囲気がミクと被って見えたのです。この子の名前をミラと決めました。ミラの名前の由来は、ラテン語で不思議な、驚くべき。ロシア語では平和、愛らしい。そしてフランス語では親愛な、愛らしい。という意味がある言葉です。この子にぴったりな名前だと思い、決めました。もちろん、ミクはミク、ミラはミラ。いつまでもミクの影を探していては、目の前のミラに失礼かもしれない。けど、ミクが繋いでくれている縁を感じてしまう。おかえりと言いたい気持ちを抑えて、これからよろしくお願いしますという気持ちを伝えたい。ただ、一つお願いがあります。ミクの分まで長生きしてほしい。